やれやれ。僕にこんな仕事がやってくるとはね。まあ、僕みたいな人間にはこんな企画のオファーが来るというのもまた当然のことか。カメラ回しまーす。空気の読めないスタッフだな。5、4、3、2。やあ、視聴者のみんな。僕はアスカ、二宮アスカだ。先日僕のファンからとある手紙をもらったよ。もっとアスカちゃんのことを理解したいです。手紙にはそう書かれていた。応援ありがとう。僕を理解したい、その感覚はわからないでもない。僕にも経験があるよ。他のアイドル、他の人に興味を持ち問いを重ねたことが他者に興味を持つ。それは人が自己と他者の間。それは社会と呼ばれるが、僕らがそこで生きる動物である以上逃れられない差がだろう。だけど考えてみてもほしい。一体何を理解したら分かったと言えるのだろう。僕が思うにそれはきっとエゴだ。自己満足だよ。僕と話してたとえ1時間いや1分でも、あるいは話すことなくプロフィールを見ただけでも僕のことを理解したと思えて満足する時が来たら、それが理解したということになるんだろう。だがそれは僕そのものを捉えているわけじゃない。僕の輪郭を君たちの心の中に描き出しただけのこと。それにあいにくと僕は僕自身を説明してあげるような優しいやつではない。そんなに従順じゃないのさ。お行儀のいい飼い犬じゃないんだ。そう、例えるなら僕は荒野で佇む狼、あるいは虚空を切り裂くように飛ぶ猛禽のような飛ぶ鳥だけになんて全世代のジョークみたいだね。巻いて巻いてー。おっと、つい僕としたことが語りすぎてしまった。何事も過ぎるのは良くない。前書きが長すぎてはページをめくる今日もそがれるというもの。今日は僕につながるピースを君たちに見てもらおう。僕と誰かとの会話、そこに僕が共鳴する何かがある。そこから何を感じるか、解釈は君たちの仕事だ。言葉通り受け取るもいいし、言葉の裏を勘ぐるもいい。それは自由だ。そんな自由が与えられた行幸に感謝してくれよ。僕もそこから響き合い、起こる化学変化を楽しみにしている。そんなわけで、アスカズボイス、スタートだ。オッケーでーす。どうだったかな。いや、感想を君に聞くのはおかしいか。だって私今日はカメラマンだもんね。なぜ相手役が君なんだい、フレデリカ。わかんないけど、私はカメラ向けるの好きだよ。向けられるのも好きだけどね。そうか、ならいいが。まったく。で、
今日は僕に興味がある人と僕が喋るだけ。そんな企画と聞いているが、本当にそれだけか？この事務所のことだから何か余計なことは。知らないよ。ちなみに今も回ってまーす。予備のテープとバッテリーもたくさん。いっぱいおしゃべりできちゃうね。アイドルがただ食べるだけの映像など制作側の怠慢じゃないか。もっと企画に脳みそを使うべきだと思うけどね。それともこれがドキュメンタリーとでも言いたいのか？僕という像を描き出すには強く光を照らさなければ影を描き出されることもないだろうが。よくわかんないけど、私はアスカちゃんが喋ってるところを見たいよ。私とおしゃべりしてこのテープ全部使う？いや、それは遠慮しておこうかな。君の評価ではなく一般的な話を聞きたかったんだが。まあいいか。だが君と企画に対する意見を交わし合ったところでだいたい視聴者に届けられる内容にはなり得ないだろうから、ここはカットだね。残念ながら今この瞬間は無駄な尺だ。無駄かどうかは編集する人が決めるとして、今日はアスカちゃんが楽しいって思える日にしたいな。まあそれもそうだな。今日は僕が主役なのだから。そうだよ、主役。そのめんどくさい煽りをやめてくれると今日はいくばくか過ごしやすい気がするよ、フレデリカ。だが企画を一切説明されていない主役というのはまるで裸の王様だな。裸の王様っていうより服を着たプリンセスだね。カメラは回してるから適度なタイミングでドヤ顔してね。それはもはや王様でもプリンセスでもなくただの道化じゃないか。着いたよ。どうぞどうぞ。よっ、王様、姫様、アスカ様。やりづらいな。ここで誰かが僕を待っているとは。さて鬼が出るか蛇が出るか。アスカさん、お待ちしておりまして。私頼川吉野と申しまして、今日はお時間をいただき感謝ですね。へえ、意外だな。僕と喋りたい人が来るというからにはもっとクールな人か頭のネジが外れた人かと。私はそのどちらでもないかと思いますが、アスカさんと深くお話ししたことがありませんでしたから、今日はお話しできることを楽しみにしてまいりました。ああ、嬉しいよ吉野、よろしく。意外で驚いたけどね。人生に適度なサプライズは必要か。で、僕と話したいって言うからには何か聞きたいことでも？そなたの言霊を見て差し上げようかと。言霊見る？オカルトの類は嫌いじゃないが、あいにくと信奉者というわけではないんだが。オ
オカルトではないのですよ。アスカさんの中にどんな言葉が潜んでいるか、どんな言霊に守られているかを見つけたいのです。そうかい。それでその言霊とやらを見つけてどうなるんだい？僕自身に何か影響があるとでも？もともとアスカさんの中にあるものですから、アスカさんが何か変わることはないかもしれませんね。でもアスカさんを見ている人の見方は変わるかも。なるほど。それは今回の企画意図にはちょうどいい。で、どうすればいいんだ？このまま喋っていればいいのかい？アスカさん、手を出してください。手を？まあいいが。言霊というのは手相に現れるのか。随分と意外なアプローチだな。いえ、私がアスカさんとお手手をつなぎたかっただけでして。そうか。君のテンポは嫌いじゃないが、僕の波長となかなかシンクロしないな。やはりアスカさんは線ですね。は？線とはこちらとそちらを隔てるもの。あの世とこの世を隔てるものであり、私とあなたを隔て、白と黒を隔て、敵と味方を隔て、分別をつけるものでして、アスカさんは己の中に線を持っているのでしょう。故に線を持つ者に惹かれ、また相入れず焦がれる。常に己のそれを確固たるものとしたいと思っていまして、ですが自然界には直線はあまり存在しませんね。日差しも風も波も木々も草花も柔らかなものだから、その線の正しさにはとらわれぬのが良いでしょう。そうか。なるほど。アスカちゃん、もっといい感じのコメントが欲しいな。あ、なんだ、驚いたな。僕の精神分析でもしたのか？ここまでの会話から心理テストでも仕掛けられていたか。いや、その手にポリグラフを見る装置でも仕込んでいた。私は何もしていませぬよ。ただアスカさんの心を重ねただけのこと。だろうな。君はきっと何か、ただただ水鏡のように僕を映しただけなんだろう。君の言う線とやら
間違っているとは思わないよ。むしろ僕をよく捉えている。線はいわば楽器に貼られた弦のようなもの。つまびけば良い音を鳴らすでしょう。そして近くに響く音があれば弦も共鳴するもの。はあ、シンパサイザーか。僕の中にある概念と一致する。言葉の選び方は全く違うし、考え方も違うが、不思議だね。君の言葉は僕を捉えた。なぜかな。君は捉えどころがない。いつもの僕ならそんな不定形なものは快くはないんだが、こうして言葉を交わしていると悪くはないね。私もアスカさんのことを知れて嬉しく思います。今日のこの機会をくださったことに感謝を。ふむ、この企画想定したよりも悪くはないな。誰かと話すことで僕も見えるものがあるとは。面白い。それで次は誰が待っているんだい？いきなりフレデリカ、次は吉野。次に誰が出てきても驚きはしないよ。次の子はアスカちゃんと近い子だよ。よっ、遅かったじゃないか、アスカ。ああ、ミレイか。近い。なるほどな。君が待っているということは、僕と話したいというのは、ミレイ、君か。その通りだ。まあ話したいっていうか、今日はいろんなところに付き合ってもらおうかなって思って。そうか。趣向を変えてきたね。僕もここに来るまでに少し喋り疲れたところなんだ。ちょっとは刺激的な展開を期待したいね。もちろんだ。うちに任せておけ。じゃあ行くぞ。まずはここで服を見るんだ。うちはお気に入りのブランドがあるんだけど、アスカはどうだ？ファッションのこだわりあるだろ？はあ、もちろん。けど僕は決まったルールは持たないよ。その時々に必要な服を買って着る。もちろんファッションにこだわりはあるけどね。それってなんか理由あるのか？別にルールに縛られすぎるのは僕らしくない。そう思っているから自分のルールすら支配するのさ。しかし君の着ているブランドも悪くはないね。おお、そうか。興味あるか。パンクでかっこいいんだけど、それだけじゃなくて可愛いんだ。サイズ展開もいろいろあるしおすすめだぞ。けど二宮飛鳥というキャラがあるから君とのお揃いは勘弁願いたいが。じゃあ私が着よう。フレデリカ。おお、いいぞ。デビキャパーカーにするか？パンクな T シャツでもいいぞ。フード付きマフラーとかもあるし。ひひひちょっと待て。今日は僕が主役なはずだろ。じゃあアスカが着るか？
の顔をこういうところのポスターで見かけたりすると変な感じしないか？確かにね。まあ僕はナルシシズムの側に立つ人間だから悪い気分はしないが。それにほら CD だって並んでさ、アイドルにならなかったら CD なんて出さなかったと思わない？まさしくその通りだ。運命とはかくも不思議なものだと思わされるよ。けどこれもまた悪い気分はしない。へえ、アスカもそういうので喜んだりするんだな。別に僕は僕にまつわるどんなものが商品になったところで何とも思わないよ。現代は資本主義で成り立っていて、僕はアイドル経済の中心だ。本当か？本当だ。僕は僕のコピーである商品には興味ないね。だがそうだな、親や友人、ファンたち、僕を知る人が CD を手に嬉しそうにしているのは悪くはない。へえ、アスカもそういう人間っぽいところあったんだ。僕を何だと思っていたんだ？もうちょっと、もうちょっとだ。あとワンコインで取れる。この手の中に。アスカ、クレーンゲームにこんなにハマるなんて。やってみたかったけど、一人でやるほどじゃなかったってこと？欲しいものを目の前に置いてボタンを叩かせる。これはひどい装置だな。まるでバナナを前にお預けを食らった猿のようだ。自虐なのか、それ。いやー、取れ高バッチリだよ。二人ともお疲れ様。アスカの面白い絵も撮れたしな。あんなにクレーンゲームに熱中するなんて思わなかったぞ。ファンサービスだよ、ファンサービス。しかしミレイとは近しいものを感じるよ。僕らはよく似ている。今後もまた響き合うことがあるかもしれないな。そうか？ならこの話に乗ってよかったよ。まあうちも楽しかったしな。ありがとう。今度はまた事務所で会おう。じゃあな。それで今日の密着はこれで終わりかい？ドキュメンタリーに仕立て上げるにはまだまだ内容が薄っぺらいんじゃないかと思うが。まだアスカちゃんが一番会いたい人と2番目に会いたい人が残ってるよね。1番目と2番目。僕は対人関係で序列をつけるような人間じゃないつもりだが、外からはそう観測されているのか？言葉のあやだよ、あや。とりあえず行ってみよ空に帳が降り、光のろうそくよりも弱くなりした騎士は西方より来たり。待ちわびていたわ、アスカ。ランコ、待たせてしまったかい？すまない。君がいると知っていたら急いだんだが。なるほど。1番と見られたか2番と見られたか知らないが納得の人選だ。
車に乗って駆けつけたあなたに告げるのは心苦しいけれど、門が閉じる時が迫っているの。関係ないよ、ランコ。僕らを遮るのは時間や距離ではない。そんなさまつな物理的干渉に負けやしないさ。魂の輝く色が同じであれば。ああ、響き合うことだろう。ということで、仲睦まじい2人でした。じゃんじゃん。勝手に終わらせないでくれ。だって2人の会話、画面の下にずーっとテロップ出しておかないと視聴者のみんながわかんないよ。僕としてはそれでも全く問題はないのだが、ファンの人はちょっと困るかなって思うよ。それも一理ある。私たちを支えてくれる下僕たちに言葉を伝えるのも私たちの仕事。そうだな。僕らはアイドルだからね。カメラがない時はともかく、今はこの無機質な瞳に捉えられている。はいはーい、撮ってるよアスカ、遊戯盤が開く時は遠い巡りの先に待っているわ。そうだね、ランコ。僕らの惹かれ合う心が次の世界の鍵へと導いてくれることだろう。きっと。ならばその時まで翼は休めていましょう。ああ、きっといつか必ず僕らが共鳴し合う時はいつか。つまり視聴者のみんな、ここは解散だ。残念ながらね。で、今日のロケはこれで終わりかい？君も一日密着とは面倒な役目を受けたものだ、フレデリカ。全然面倒じゃなかったよ。むしろ楽しかったよ。それにアスカちゃんと遊んであげてねってかなでちゃんとかしきちゃんとかに頼まれたし。やれやれ、きっと彼女たちのことだ。言葉の内容は全く違っただろうけど、彼女らに会ったら今度は僕が遊んであげなくっちゃな。その時は私も一緒に遊んでね。仕方ないな。2人も3人も同じだ。まとめて面倒見てやるよ。でもこれで終わりじゃないよ。ここからは一人で行くのじゃん。はい、カメラいってらっしゃ最後はなんだ、プロデューサー君か。ラスボスは何が待ち構えているのかと思って内心穏やかじゃなかったよ。そうだな、ユニークなメンツだったな。お、そうか、今日の刺客たちは君の差し金か。よくも面白い奴らを取り揃えたものだ。僕としたことが随分多様なカラーのアイドルたちと言葉を交わし共鳴し合ってしまったよ。だがそれによってまだまだ知らない自分を知った気もする。僕が僕である証は他者と比べて初めて観測できる。だからこそ僕は自分の世界に引きこもるのではなく、誰かと言葉を交わさなければならないんだな。
全ては君の手のひらの上といったところか。で、君が最後に待ち構えているということは、とは言ってもだいたい想像はついているが。はあ、そんなことだろうと思っていたよ。僕はプロデューサー、君のアイドルだからね。君の望みを叶えるのも僕の仕事のうちさ。僕は君と響き合い、新たなる世界を見つけた。そして君以外の人間とも関わり合い、さらに多くの扉を開けるだろう。そして進化していく。成長し続ける僕にこれからも期待してくれ。僕も僕に期待したいからね。じゃあ言葉を交わすのはこれくらいにして、さあ行こうか。